こんにちは。ここはスペインのマドリードのバラハス空港です。これからマドリード市内に移動して1日観光をします。最初に荷物を預けるためホテルに向かいます。ホテルはアトーチャ駅の近くです。地下鉄で向かいます。空港のターミナル4駅から8番の地下鉄に乗車します。終点のヌエボス・ミニステリオス駅で10番の地下鉄に乗り換えます。車内では歌のパフォーマンスをしている方がいました。トリブナル駅で1番の地下鉄に乗り換えます。空港から50分くらいかかってアトーチャ駅に到着しました。地上に上がり徒歩でホテルに向かいます。道路の向かいに政府系の立派な建物が見えます。この日のホテルはこちらのメディオディアです。次の日は鉄道で移動するためアトーチャ駅前のホテルにしました。チェックイン前の時間なので荷物だけフロントで預けました。再び地下鉄に乗って観光に出発です。最初に王宮に向かうためオペラ駅で降りました。王宮までは徒歩で5分くらいです。オリエンテ広場にはフェリペ4世の騎馬像が立っています。王宮に到着しました。何時に来られるか不明だったのでチケットは事前予約していません。当日購入も可能ということなので入場口に向かいます。こちらが入り口です。たくさんの人が並んでいます。このチケットなしのビジター列に並びます。100人くらい並んでいます。30分ほど並んでチケットが購入でき、中に入ることができました。中はアルマス広場という広場になっています。正面真ん中の入り口から建物に入ります。建物の中は順路に従い進んでいきます。豪華な大階段を上ります。天井には金の装飾がされた天井画があります。現在国王は王宮ではなく郊外の宮殿で暮らしているそうです。ここは列柱の間です。この部屋の天井にも豪華な天井画が描かれています。ここでスペインの EC 加盟条約が締結されたそうです。カルロス3世の前室、天井が美しいです。カルロス3世の控えの間、こちらも同じく豪華な部屋です。カルロス3世の私室、シャンデリアがとても豪華です。カルロス3世の寝室、どの部屋も豪華で美しいです。次期の間、国王が着替えをしていた場所のようです。共演の食堂、150人も収容できる広さがあります。金や銀の食器類が飾られています。
こちらは陶器が飾られています。王室礼拝堂、天井が高くて装飾が美しいです。ストラディバリウスの間。玉座の間、ベルサイユ宮殿の鏡の間を真似して作られたようです。内部の見学を終えました。かなり豪華な作りで驚きました。王宮は高台にあり、眺めが良いです。王宮の隣にはアルムデナ大聖堂があります。こちらも立派な建物です。次に徒歩でスペイン広場に向かいます。スペイン広場に着きました。ここにはドン・キホーテの像があります。痩せた馬はロシナンテ、サンチョとロバのいますね。後ろの白い像は著者のセルバンテスの像です。混んでる場所と思ってきましたが、この時は人は少なかったです。次はマヨーム広場に向かいます。マヨール広場に着きました。とても広い広場でたくさんの人でにぎわっています。昔は闘牛や儀式などさまざまな行事が行われた場所のようです。これはフェリペ3世の騎馬像です。この建物はカサデラ・パナデリアです。マドリードの歴史に関する神話の絵が描かれています。次に近くにあるサンミゲル市場に向かいます。サンミゲル市場に着きました。早速中に入ってみます。たくさんのお店が軒を連ねています。各お店にたくさん人が並んでいます。座席もいっぱいで、多くの人がお酒と食事を楽しんでいます。ざっとどんなお店があるのか回ってみました。生ハムのお店、串のお店、カニのお店、魚屋、魚介類のお店、牡蠣のお店、ピンチョスのお店、マグロのお店、ミートボールのお店、サーモンのお店、フリットのお店。食べたいものがありすぎてなかなか決められません。ひとまずビールを買います。エストレージャダムはスペインでは最も有名なビールの一つです。ピンチョス5点盛りを買いました。どれもビールが進む味わいです。カニをほぐした身を丸くかたどったもの、チョリソーのパン包みと生ハムを生地で挟んだもの、どれもみんな美味しいです。食べている途中、外を見ると偽ブランドを売っている人がいます。
すぐに逃げられるように紐を常に握って周りを警戒していますね。意外とお客さんが来ていて見てて面白かったです。お腹も満たされたので市場を出ました。ここにも偽ブランド屋がたくさんいます。次はプエルタ・デル・ソルに向かいます。プエルタ・デル・ソルに到着しました。プエルタ・デル・ソルは太陽の門という意味です。ここはマドリードからスペイン各地へ続く道路の起点となる場所です。この日は大道芸のショーが行われていました。こちらはカルロス3世の騎馬像です。この熊とイチゴの木の像も有名です。マドリード市の紋章にもなっています。広場を通り抜けて先に進みます。ここはマドリードのメインストリートのグランビアです。ロレックスの看板が目立ちます。さらに進むとシベーレス宮殿が見えました。1917年に完成し、2007年まで郵便局として使用されていました。現在は市庁舎として利用されています。美しくて広い通りにやばえる建物です。さらに歩いて考古学博物館に行ってみます。博物館に到着しましたが、月曜日で定休日でした。残念です。ホテルのあるアトーチャ駅の方に戻ります。途中アルカラ門が見えてきました。円を描くようなロータリーの道路になっています。こちらは1778年に完成したヨーロッパ初の凱旋門です。パリの凱旋門よりも古いそうです。さらに美しいプラド通りを歩いていきます。こちらもヨーロッパ初の並木道と言われています。プラド美術館の横を通ります。18時から無料開放されるため、後でまた訪れます。一旦休憩するためホテルにチェックインしました。シングル1泊約1万4000円の部屋です。広くはありませんが、冷蔵庫もあり、私にとっては十分です。トイレと洗面所、シャワーもコンパクトにまとまっています。18時近くまでホテルで一休みしてから再びプラド美術館に向かいました。すごい人数の行列ができています。やはり皆さん無料の時間帯狙いで来ているようです。プラド美術館は世界三大美術館の一つと言われています。30分ほど並んでチケット売り場まで進みました。ここで無料でチケットがもらえます。館内は写真と動画撮影は禁止されています。ですので内部のご紹介はできませんが、短時間で主要な作品を見てきました。世界三大絵画の一つと言われるベラスケスのラスメニーナス、フラ・アンジェリコの受胎告知、ヒエロニムス・ボスの快楽の園、ルーベンスの賛美神、このような有名作品に絞って鑑賞してきました。次の予定もあるので足早に1時間ほどで外に出ました。
先ほどまであった行列はなくなっていました。ゴヤの銅像がありました。次にソフィア王妃芸術センターに向かいます。徒歩10分ほどで到着しました。こちらも19時以降は無料で入場できます。入り口は大きな吹き抜けになっていて、モニュメントがあります。チケット売り場で無料でチケットを受け取り、手荷物を預けて入場します。ちょうど夕日が綺麗な時間帯だったので、最初に4階に来ました。いくつかの展示物があります。屋根が鏡張りになっていて、広く感じる空間です。吹き抜けを上から見るとこのような景色です。階段を降りて絵画の展示スペースに来ました。こちらでは写真も動画撮影も許可されています。近代現代美術を中心に展示がされています。ダリのギターを弾くピエロ。ピカソの作品が多いです。これはグリスのギターの作品です。ピカビアのアムセルまたは知恵。ミロのカタツムリ、女、花、星。ダリの第一医者。ピカソの有名な聖衣の女。そしてこの美術館の一番の目玉はピカソのゲルニカです。たくさんの人が集まっています。想像以上に大きな作品で、縦 3.5 メートル、横 7.7 メートルもあります。1937年にスペインの内戦でゲルニカの街が爆撃を受けた様子を描いています。暴力と非人間性、反戦と平和への祈りを訴えている作品と言われています。部分ごとに見てみると、さまざまな物語や感情が表現されています。ゲルニカを描くためのスケッチの絵も展示されています。他にも多くのピカソの作品が展示されています。こちらは泣く女。思った以上に広くてまだまだ見たいところですが、閉館時間の21時になってしまいました。本来はプラド美術館と合わせて1日かけて鑑賞するぐらいの規模でした。時間が少ない中で主要な作品を見ることができて満足できました。これでマドリードの1日観光は終了です。次の日は鉄道でグラナダに移動します。